アンニョン、タックンです。今ですね、こちらにトミさんご招待しております。日本に来て30年経ってて、日本10年、韓国10年、日本10年ぐらいのイメージの方です。で、今はタクシードライバーとして東京都を走ってる。とても人生の哲学があって、ぜひなんか取材したいなと思ってこちらに招待しました。恥ずかしい。普通の人生です。質問4つぐらい聞いていくので、ぜひ楽しみにしてください。でまず一つ目はですね、はい、なぜ日本に来たのか。1996年ぐらいに日本に来られたと聞いています。はい。いろんな事情があって複雑なんですけど、自分韓国の社会を抜け出してみたい、海外に行って自分を試したいという気持ちが湧いてきたと思います。当時20歳ぐらいでした。日本に来たのは22歳。新聞小学生を募集するという、これを応募して面接とか試験を受けて日本に来ました。お金だけじゃないじゃないですか、海外に生きる。そうですね。韓国に行った時は、1990年代、まだまだ発展途上国として、毎日が同じことで繰り返し、だから進歩がない。このままだと、自分の人生、ずっと同じところ回っているなっていう、ここから抜け出せないと自分の人生は変わらないと思っていました。今は日本と韓国の民間関係、はい、結構良くなったと思うんですが、当時は日本のことをそんな好きじゃない方もいらっしゃるのかなと思いました。市民同士国民同士ではそんなに嫌がらないんじゃないかなと思います。当時韓国から日本に来た時、温かく迎えてくれてたので、韓国人だからという敵対している感じは全くしなかったです。逆に、新聞配達をしているお客さんからも、お小遣いももらったことあるし、日本の大学に入る時は、図書館で勉強していたんですけど、お客さんがお祝い金として、封筒に2万円を持ってきてくれたんです。当時2万円だった。そうです。お金だけの問題じゃなくて、その気持ちがもう温かくて、もう泣いちゃいました。お金以外のエピソードだと、どんな感じで接してくれたんですか？韓国に行ってくると、いっぱいお土産、韓国の料理とか、キムチとか、お客さんに渡したりすると喜んでくれたりしました。で、二つ目の質問が、はい、日本文化はもともと興味があったのか、それもないまま日本に来たのかで。とにかく韓国以外の国の文化を入れたい、挑戦したいという気持ちが強かったんで、別に日本じゃなくても、その時は良かったですね。なんかやってて苦労したことはなかったですか、当時？ありますよ。新聞社の地域を管理するという社長って言うんですけど、役者関係が多かったです。ある意、大学時代に中間試験もあって、風邪もひいて、体が、状態が良くなかったんですね。その時、出勤がちょっと出てたんですよ。社長に呼ばれて、なんでこれしか出勤できないんだろうって怒られて、一発治られました。治られた。ショックでしたね。体良くないって言ったのにも治られた。それは、自分としても納得はしてます。はい。これ悪くても自分がやるべき仕事はやっておくべきだということを全認識してるんで。そうすると、嫌になって辞めるとかの選択肢は？辞めるっていうより、学生として一番いいバイトは新聞配達だと思っています。未だに、そういうふうに思っています。未だに。はい。一番時間的に効率がいいですね。朝1時間半、2時間働けば生活ができるから、それ以上にないと思います。でも遊ぶ時間はないです。一日に起きなきゃいけないんで、学校終わったらすぐ帰って寝なきゃいけないんで、お酒も飲めないし。犠牲してます。さっき、ヤクザの話ちょっと気になって、ヤクザが新聞配達業をやる理由は当時なかったんですか？いや、僕も知らない。新聞配達って、いろんな事情がある人がいっぱい来るんです。借金が抱えて来る人が多いんですよ。学生としてはいいバイトかもしれないんですけど、借金する習慣が身についた人が集まる団体なんで、そういう人たちにお金を貸すんですね。で、3番は、その後韓国に帰ったんですよね。はい。それはなんで帰ったんですか？韓国からちょっと親が、もうそろそろ来なさいって言われて、親も体も衰えてきたし、ずっと離れてるから、親のそばにちょっといなきゃと思って。留学生とか社会人の方も、家族の健康とかで急に韓国帰っちゃう場合多いですよね。そうですね。韓国に帰ってよかったと思います。韓国に帰って、半年で父親が亡くなりました。本当に半年ぶりに亡くなって。その時行かなかったら一生後悔してたかもしれない。まあ、そうかもしれないですね。また10年ぐらい住んで、何を思ったのか。戻っちゃったっていう感じがしました。息苦しい感じをしましたね。周りを面倒見なきゃいけない。自分のことは棚に置いちゃって、周りのことばっかり気にする生活が始まったなっていう。周りのこと気にするって。家族もそうです。私は楽しい人生を送っていったとしても、周りが楽しくない。そういう
人ばっかりいると楽しくないんですね。韓国社会全般としてそれを感じた意味ですか？まあ、社会全体もそうですけど、あれですね。汚い。汚い。はい。あちこちゴミが溢れていて、街が綺麗じゃなかったんですね。どこ行ってもゴミが散らかっているし、報道とかもデコボコしているし、私は船橋市に住んでいたんですけど、都会じゃなくても綺麗ですね。そういう文化の立ってこれかなと思います。店に入っても、お客さんに対するそういう接客態度とか、今もそうですけど、コンビニとかで、もう携帯見ながらお客さんに対応するんじゃないですか、韓国は。平気でやってるんで、今でもやってるし、日本ではそういうこと見られないんです。そういう古いしか全くないということが変えた時にショックでしたね。なんか荒く、早く、もうやっとけばいいかなぐらい。これ以上いいのはいいんですけど、心構えができてない感じがしました。最後の質問ですが、それから日本に帰ってきて、なぜ日本で定着しようと思ったのか。いろいろ事情があって、韓国で会社を辞めて、日本のカレー屋さんをやりました。カレー屋さん。日本のカレー屋さんを食べ歩きしながら確認して、レシピとかを作って、本殿にカレーを足しました。赤字ではなかったんですけど、維持するのは大変でした。もう限界かなと思って行った時に、日本の先輩から、日本でちょっと一緒にやらないかっていう誘いがあって、日本の会社に入って、半導体装置関係のエンジニアをやってます。それがちょうど2011年、東大震災の時です。大震災の時は日本にいなかった。それがまたいいエピソードなんですけど。はい。3月11日ですよね。その時、日本にいたんですよ。11日。日本に行って、成田に行って、韓国に出張する予定だったんですけど、ちょうど飛行機が立った瞬間に大震災が起きて、経験はできなかったんです。運が良かったと思います。それ、東大震災は向こうに聞いてから分かったんで。震災とか大変なこともある中で、なぜ日本で住むことを決定したのか。日本に来るときは、すごい決心で来たんですね。新しい会社入って、いろんな大変なこともあったんですけど、それでも耐えたのは家族を連れ組んだから、自分一人じゃないからかなと思います。ここ嫌でまた国に戻ったとしたら、自分の決心は何だろう。もう負けたんじゃないのという思いもありました。じゃあ、振り返ると、他の世界を見てみようっていう決心で日本に来て、でそこで一回大学終わったから、家族もいたから、韓国に一回帰って。で、韓国にいてお仕事されて、今回日本でチャンスがあって日本に来て。で、日本に来たら、家族とか周りのことを考えると、やりきるぞという気持ちがあったんですね。そうですね。やりきる。それが大事だと思います。ありがとうございます。ということで、とても面白かったです。つまんない話聞いてありがとうございます。で次の話はではですね、今、実はタクシー運転手のお仕事されていて、なぜこのストーリーからタクシー運転手っていうのに着地したのか聞いていきたいと思います。はい、本日の話は以上です。パクでした。アニョ。